160度ぐらいになってる。どうなることやら。これで500度ぐらいいってますね。おお、赤い。でも600度いってない。この細いところの方がやっぱ火が通りやすい。赤っ。830度。830度来てる。そろそろや。そろそろやぞ。やべ。来たぞ、来たぞ。来たぞ、来たぞ、来たぞ。そろそろや。もうちょい、もうちょい、もうちょいな。もうちょい。煽らなあかん。それでも800度か。これで800度なんやな。なるほど。行きます、行きます、行きます。よし。OK。傷入るな。傷入る。こっちの方が硬い。そんな硬くなってないな。やり直すわ。もう一回やる。もう一回最初からね。やり直しが嫌っていいのかわからんけど、やり直すわ。やってないから。いい感じだ。もうちょっと。はい、というわけで2回目の焼きで終わりました。2回ねやっていいのかどうなのかっていうのは正直ちょっとわからないんですが、2回目やりました。1回目はねちょっといまいち入ってる気がしなかったのでもう1回やりました。でちょっと削ってみました。ここ炎から割と露出してたところの削り加減と、この焼きを入れたい角の削り感明らかに変わってきたと。もう滑ってますよね。ヤスリ滑ってる、滑ってる。もうね完全に軽く傷は入るんだけども、ここら辺とはもう明らかに違う滑り感というわけで、ある程度の焼きは入ったと。 HRC60 くらいの焼きは入ってないけれども、それ以下のレベルで焼きは入ったということで、これでよしとします。190度から200度ぐらいを狙ってじっくり温度を上げていきたいと思います。 GO！
今だいたい185度、190度前後を30分程度煮込みました。はい、というわけで火を消して取り出したいと思います。 OK、 ほかほか。はい、というわけで削り出し斧製作の方終わりました。こちらに完成して出来上がっております。ちょっと設計ミスというか、気が利いてないポイントとして、
ハンマーのヘッドを取り替えて斧にするという、今回の設計コンセプトだったんですが、ハンマーで使っていた留めネジと斧で使う留めネジの長さが違うということで微妙に使い勝手が悪いという状況が発覚しましたが、一応できましたという感じです。今回の動画制作のスポンサーさんはまたスピードタイガー様から頂いております。というわけでこちらスピードタイガーさんのエンドミルの紹介をしていきたいと思います。何種類かスピードタイガーさんのエンドミル使いましたが、今回の主なレビューはこの2種類。まずですね、荒加工に使いました JPFE なんですが、こちら非常に、パワフルなエンドミルとなっておりまして、スピードタイガーさんのホームページにそのパフォーマンスの一端を見れるようなすごいね、凄まじい動画がありますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ぶっ刺してヘリカルで突っ込んで溝加工で突っ込んで、トロコイド的な、側刃でボリボリ削ってみたいなことをやっているエンドミルでございます。はい、で私が使ってみました感想なんですが、あちらにあります CNC で使った感じで言いますと、ちょっと重ため音が重ためな感じです。荒加工でバリバリいけるエンドミルだからこそ、刃持ち重視、強度重視みたいな感じなんでしょうが、ちょっと切削音が重ためで、あの機械で10杯で使うにはちょっと、こっちの性能が上回りすぎて使いづらいという感じでしてね、6杯ぐらいで使うと非常に使いやすい。で、スピードタイガーさんの動画見ていただければですね、わかると思うんですが、突っ込み系に非常に強いエンドミルとなっております。Z でぶっ刺すのもいけるし、ヘリカルで突っ込んでいくのも非常に得意なエンドミルということで、側刃での加工は10杯重たい感じがしましたが、ポケット加工で掘り込んでいく際にはですね、非常に調子のいい10杯でも結構軽快に切り込んでいける、あの機械で軽快に切り込んでいけるぐらい底刃に特徴的なエンドミルとなっております。私の、CNC で使うには8杯以下とかで使った方がいいかなとは思いますが、今回ね、波長がどうしても必要だったということで10杯でやりました。BT30 なり40なり、本職のマシニングでね、バリバリ使ってみてはいかがでしょうか。これが JPFE となっております。そして JPFD、型番で言うとね、紛らわしいかもしれないですが JPFD です。10杯で波長が 25mm やって、こちらのエンドミル、非常に切削音が軽快なエンドミルでした。それは10杯でも6杯でも両方使いました。こっちも10杯6杯両方使いましたけど、10杯でも6杯でも切削音が非常に軽快で、主軸トルク合成があまりない CNC でも10杯6杯非常に使いやすいエンドミル。うちの CNC にフィーリングが合っているというかね、こいつにフィーリングが合う機会は結構多いんじゃないのかなっていうぐらいとっつきやすいエンドミルかなと思います。仕上がりも非常に綺麗で、切削音も非常に軽くてですね、抵抗も少なそうなエンドミル、非常におすすめです。もうゴリゴリいきたいよみたいなね、もう常にエンドミルの限界探ってますみたいな人にはね、ぜひこれ試していただきたい JPFE、ピン角ではなくちょっとシーメントリがされて首逃がしがされてちょっと深いところまで行けて、しかもなんかドリリングだったりヘリカルに強いゴリゴリ系エンドミル、ぜひね、エンドミルの限界を常に探している方はね、これ試していただきたいなと思います。 JPFE、 そしてとっつきやすい JPFD となっております。さてこちらの方、制作の方をちょっと振り返っていきたいと思います。こんな感じで完成いたしました。非常に振りやすい感じではありますけど、実際作ってみるとちょっとちっちゃいかも。刃渡りちっちゃいかも。これもペグハンマーという名目で一応作ってますので、キャンプ系を想定しております。はい、こちら。はい、キャンプで、例えばね、もう薪はある程度割られてる状態で買ったりするじゃないですか。それをさらに細かくするときに使えるかなと思って作ったんですが、すでに割られてる薪を割るとはいえ、ちょっと小さいような気がする。正直。後ほど試しますが、小さいような気がする。そしてですね、今回初めて焼き入れ、焼き戻しというものをやってみました。焼き入れをするにあたって、こちらの非接触温度計を買いました。これがね、マイナス50度から1500度まで測れるやつで、1万円ちょっとしました。動画見ていただいた通り、1回目失敗しました。明らかに失敗したと。これは違うやろということで2回目やりました。2回目やると、ヤスリが滑る程度には硬くなりましたが、削った時の切り子が
なんか青い切り子もたまに出たけど、基本的に銀色と金色の間みたいな感じで、あれこの鉄ほんまに焼き入れ入ってんのかなみたいな感じのやつです。だから焼き入れはそんなにうまいこと言ってないかもしれないし、まあ S50C を材料に使っているので、切り子の色が変わるような硬さには至らないのかもしれないし、ちょっとよく分かってません。はい。引っかいても傷が入らん程度には硬くなってる。普通の鉄やったらね、引っかいたら傷つくんですよ。ただこれ引っかいたくらいやったら傷ついてないんで、ちょっとは硬くはなってるんですよ。焼き戻しも油で煮込んだんですよね。鉄をね、アヒージョしてみたわけなんですけど、エンジンオイルがね、安かったからエンジンオイルを使ったんですけど、エンジンオイルでやるのをおすすめしません。なぜかと言いますと、結構匂いがね、きついということで、きついっつっても、もうその空間におられへんわっていうぐらいきつい匂いってわけじゃないですけど、地味にくる匂いで、髪の毛切ったんですけど、ちょっと髪の毛に匂いが移ったんでね、髪の毛切ってきました、短くね。はい。それぐらい匂いがしたということで、あんまりおすすめしません。50C の使用感をこの後試してみて、気が向いたら今後 SK 剤とか SKS とかを使ってやるかもしれません。はい。この手の製作はね、こういったエンドミルメーカーさんの、スポンサードがあれば僕やるっていう感じなんで、次あればやるかもしれません。SKS とか、そういうのもやるかもしれません。はい。で、まだね、刃付けをしてないんで、こうやって触っても手が切れることはないし、手がスパスパに切れるほど研ぐつもりもないんですよね。角度はちょっとこう広めのね、角度で刃をつけようと思います。では、動画のエンディングで何がしかのパフォーマンスを行ってエンディングとしたいと思います。刃は先ほどつけてきました。そんなにね、突起鋭くはしてない。ちょっとね、これぐらいの角度でやってますが、次行きたいと思います。ちょっと端っこピッとやってみようか。端っこピッと。こうバシン言うなとね、あとここにポンならんように、真ん中ら辺でね、はい。いっていくよ。結構入っていくね。なるほど、なるほど。こんな感じね。では、いきたいと思います。いけたね。いけた。ちょっと加減したからね。次ならいけるよ。刃はかけてない、大丈夫。広葉樹いってみましょう。ちょっと広葉樹の細いやつ。いけるわ。かけてない。OK。ちょっと太めのやつ。かけてない。いけるわ。芯は硬い。かけてはない。いけるな。体重乗せたら割れる。そして答えてくれる。意外と焼き入っとん。ちゃんと焼き入っとんかもね。50C なりに。ここまでいけば。はい。いけるわ。アップにしたいと思います。結構強かった。フルメタルだからやたらとビンビンするとかっていうことは意外とないですよ。ハンマーの時から振動がビリビリくるっていうのはなくて、意外と使いやすい。刃もね、全然欠けてない。50C でまろやかに焼きが入ってるぐらいの方が合うのはいいかも
しれんね。意外とやるなこれ。